2023年製新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー46。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。動画ナンバー40から42でカーテシ LED を取り付けました。いろいろ考えて取り付け場所はドア下部にしました。作業は車体側につけるよりドア内張りを剥がして配線を蛇腹に通す工程が増えて難易度がありました。でもその甲斐あってかランプ固定よりドアの回路によって照らす位置が変わるこの方法が私には良いようです。前作では LED の位置を3箇所移動して照明効果を紹介しています。今回はショート動画N ワゴンのエンジンがかからないので調べてみたの続編になっています。LED の設置位置は一応水のことを考えてウェザーストリップの内側としています。しかもそこは一段高い位置なので雨天走行でも洗車機に入っても今のところ問題は発生していません。しかし水位が床レベルでの走行となるとウェザーストリップも万能ではありません。最近の豪雨で車の床レベルで走行している映像を見るとさすがに気になります。まずはそんな状態のところを走らなければ良いのですが不測の事態も考慮して回避策を考えてみます。興味のある方は前作も参考にしながら引き続きどうぞ最後までご視聴ください。 LED 基板の現状。取り付けた LED で3連です。エッジには銅箔が露出していて表面の抵抗チップのハンダも同じです。したがって水がかかるようなところでは使えません。基板のパターンはこのようになっていますがほとんどの表面は塗装でコーティングされています。基板に水がかかると本当に影響があるのかを導通試験で確認してみます。むき出しのハンダ面同士にテスト棒を当てます。こんな感じで塗装がないハンダの表面は導通があります。ということは水がかかればショートしますね。これを防水処理で回避できないか試行錯誤してみます。選択した防水剤。選んだ防水剤です。接着剤は後処理が面倒なのでアクリル系のこの製品としました。少し粘性があるので目的のところに厚く盛ることができます。1時間で乾くので 2,3 回重ね塗りするように記載されています。白っぽい色をしていますが乾くと透明に近くなるようです。これを銅箔やハンダ面に塗って水と縁を切ってみますが果たしてどうなるでしょうか。容量は 100ml で全量を使って2度塗り可能な面積は 0.8 平米とありますから十分な量です。防水剤の塗布。いきなり施工して効果がなかったらがっかりするのでストックの LED で試してみました。この抵抗のハンダや LED の接続点に塗りました。そしてエッジの部分にも塗って水と縁を切ったつもりです。電線の接続点は裏側もよく見て充填しました。これで実際水に浸して試してみます。この電圧を加えます。
水を準備します。中に浸します。うまくコーティングされているようです。一応の効果があることが分かったので、車の LED を外して作業を進めます。配線を入れ替えたので防水剤を塗布します。塗る前によく攪拌するように記載されています。露出している部分に薄く塗っていきます。一度に厚くできますが乾燥に時間がかかります。薄く塗って回数を重ねる方が層を厚くするには早いです。 LED の天板だけは塗りません。整流ダイオードのリードは難解ですが他よりは厚くするようにします。一気に厚くはできないので少しずつ塗りと乾燥を繰り返します。乾燥にドライヤーを使うよりは自然乾燥の方が良いようです。エッジも防水剤が乗りにくいので丁寧にコーティングします。給電部の裏も防水剤で覆います。このくらいで良いでしょう。整流ダイオードのリードが気になったので厚くしました。盛り上がっています。これ以上はキリがないのでこれで終わりにします。取り付け前の耐水試験。防水コーティングが終わったので耐水試験をします。防水に不備があれば LED は発光しません。給電部まで水につけます。大丈夫のようです。続けて4個とも試験します。電線を4個分束ねて水の中に入れます。一つずつ確認しながら入れていきます。これで耐水性が確認されました。エッジの防水補強。枠に入れたらエッジの部分にもう一回り塗布して終了です。エッジの上面は塗膜が厚すぎるとカバーがかかりません。これで大丈夫でしょう。ドア内張り内の再配線。ドア内張りを剥がしコネクターをなくすべく再配線しています。内張りは数回外しているので割と簡単に外れます。フロントの内張りはワイドがありますがリアは少し小さいです。ドア内張りの詳しい剥がし方は動画ナンバー3と42をご視聴ください。エンジンルーム12番ヒューズ切れの対処法。ルームランプ回路のどこかでショートさせるとこのエンジンルーム内の12番ヒューズが切れます。そうするとエンジンがかからないだけでなくルームランプやドアロックも操作ができなくなります。その状態で緊急にエンジンをかけるにはスマートキーの電池が切れた時と同じ次のようにします。スタートボタンを押してブザーが鳴ってボタンが点滅している間にスマートキーをボタンにタッチします。
するとボタンは点灯に変わるので、ブレーキを踏んでスタートボタンを押せばエンジンがかかります。ただしヒューズが切れた状態なので、その原因を取り除きヒューズを入れ直すまで先ほどの負荷は使えません。でも緊急時の場合はこれで脱出できるので、覚えておくとレッカーを呼ぶような大事は回避できます。カーテシ LED の方は基本回路は変えていないので、これで無事元に戻りました。今後もこんな感じで足元を照らして優しく乗車をサポートしてくれることでしょう。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。